おチャンネルです。どうも、北海道から帰ってきてずっと続いている後ろのエクステージオッキャン3号の工事なんですけども、今日で一区切り迎えたいと思います。今日はですね、車外外で、電源が使えるようにしたいと思います。これでですね、オーニングもつきましたし、照明もつきましたし、外で電気も使えるということで、新しい、キャンプ、キャンプのスタイル、幕開けになるということで、とりあえず今日それを終えたいと思います。でね、多分ですよ。この辺ですよ。出てくんの。この辺につけようと思ってる。この辺なんです、この辺ね。ちょっと中から見て、ここにズコッと開けて穴を、また穴開けるんですけどね。ズコッと開けて、線を出して。ね。穴開けたら簡単なもんですよ。配線は多分ね、向こうに、いると思うんです。12ボルトも。で、100ボルトも、もうすぐそばに電子レンジ用にいるんで、それに繋いじゃえば OK かなと思っております。これをちょっと取りますね。これの、どこって言ったらいいの？これの下だよね。そうですね。このマットよりも、下に穴開けたいんですよね。この辺ですよ。この辺に穴開けたいんです。ここに穴開けてもいいんだから、もうそんな難しいこっちゃないよね。いいんじゃない？たまたまだけど、本当にこの辺高さ、この辺だった。もうさ、開けちゃおう。開けてから考えればいいや。な。で、今回取り付けるのが、これと、これです。こちらがね、家庭用電源というか、100ボルトの、交流ですね。これかっこいいんですよ。こうやってね、コリ回すと。ほら、ここにコンセントがさせるんですね。これを取り付けたいと。これも完全防水いけると思うんですよ。で、こっち側ね、ほら、この分だけ穴開けて、刺して、で、内側で決線すればいいっていう。結構ね、シンプルにこっちはいけると思うんです。ね。問題はこっちなんです。こっち。で、やっぱり12ボルトもいるじゃないですか。12ボルト USB ね。どうしてもやっぱり今照明とか USB が多いんで、タイプ C とか多いんですよね。で、これを一応ね、買ったんですけど、こうやってこれつけるんですけど、これがね、すんごい、キャップがペランペラなのこれ。これ。これ、なんか風で飛んできそうなんだよね。これでいいのかなって感じだけど、とりあえずね、完全防水で、ヨットとか、車につけて OK ってやつだったんで買ったんですけど、ここら辺でしょ。これでしょ。ね。こうつけるんでしょ。ここですから。大丈夫だよね。もう行っちゃいますからね。もう。こういうのはね、迷ったらいけないんだよね。薄っ。もうケーブルだけ通ればいいから、ケーブルだけ。これにします。行きます。ね。これで開いたんでしょうかね。穴。あれどこよ。これ何？二重になってんのかな？いくよ。これでいいんじゃないですか。来た。ちょうどいいとこじゃないですか。ほら。これ、今度、この絵をつけるんで、こんなんで歩けるんですよ。これで届くかな？いきます。取れた。取れました。開いちょる。
思いっきり穴が開いております。今からこれで繋いでいきます。電源ケーブルなんですけどね。これを片方ね、コンセントってタップ使ってるんで、そのタップから電源を取って、こっち切って、こっちは、さっきの、コンセントにつなぎます。通らないので OK な。これをこっちに通しておいて、で、向こうで接続すると。意外とこれ、しっかりとついてるやつでしたね。そしてこうですね。はい、ここから今からコーキング剤も塗って固定していきたいと思います。よいしょ。ご覧ください。1個できました。で、これをこうやって回して、よいしょ。クリ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 と。はい、これで OK でございます。これで落ちないようにしてるんですね。よし、はい。で、これを開いて、よいしょ。どうなのこれ。こうでしょ。届かないよな。これが、ここに来ましたので、これならケーブルが届くんじゃないでしょうかね。狭い。ちょっと手突っ込みますね。よっ。よいしょ。取れた。取れました、これ。はい。これで、よいしょ。ここに、パチッとな。そして、これが今、外への電源。そしてこれが、電子レンジ。ね。来ました、ここまで。ここに、今、インバーターを入れるとですね、電気が来るはずなんですよ。そうなんですよね。インバーター。これどうですか、これ。ね。ジグソー。これを刺します。パチッとな。ね。刺しました。こんな風に。はい。そして、動けばバッチリ。やりましたね。バッチリですね。はい。続いては、こっちですね。よいしょ。この、100ボルトじゃなくて12ボルトの方を今度やっていきます。ね。たっぷりとつけました。で、これを通して、これはもう後で中でどうするかは考えたらいいので、とりあえずこれさえ通してしまえば OK ですね。通ってね。通った。はい。そして、これを、よいしょ。もうかー。お前は、はい。ペチャッとな。カチッとな。はい。これでいいのかな？カチッとな。はい。そして、よいしょ。ですね。そして、よいしょ。ネジが1本しかありません。大ピンチです。草が生えてるとこうなるんだよね。ちょっと色があれですからしょうがないんでこれでいきます。いずれ見つけたらね、黒いネジに変えます。
電源 100V と、あと USB からの電源が取れるようにできました。あとは 12V 中で電気を取ったら完成です。よいしょ。取れるんですよ。ここに 12V1 個ぐらいいるでしょう。ねえ。いてほしい 12V。待って、可能性としてはですよ。このインバーターに、これインバーターなんですよ、ちっちゃな。このインバーターに行ってる電気は少なくとも 12V ですよね。これね。ですよね。これはね、どうやって取ろうかな。外の USB のコンセントに対して、作っていきたいと思います。これも入れて、パチッと、そして、はい、はまりました。そしてですね、こっから引っ張って、ここだから、こんなもんか。ここから入りまして、ここを通って、こんな風に入りまして、ここまで来ました。電気ここに来てる。こっから取ればいいんだ。やったー、簡単にできる。探せば何でも出てきますね、秘密基地は。これ、クワガタクリップっちゅうのなんつうんだろう。この、挟むやつね、出てきました。これ、とりあえず、ちょっと大きいけど、十分いけますね。こんな感じで、こうしていきましょうよ。そして元からついてたこれを、かませます。バチバチは言ったよ。で、元からついてたやつね。はい。そして、今回の赤も、かませます。よいしょ。よいしょ。ぐるぐるな。よいしょ。これ外に行ってですね、もう繋がってたら、あとはちょいちょいとしまったらおしまいですよ。というわけで、このいつもの LED ライトで試してみたいと思います。USB。ちょっとこれ邪魔ですか。撮影しながら大変だね。よいしょ。こうか。はい、させました。ね。さしました。そして、ここですよ。これでいきますよ。ほら来た。バッチリじゃないですか。ねえ。はい。今回はなんと、バッチリ一発で両方とも完成成功でございます。やりましたね。これが今日の成果でございます。100V と 12V、外部の電源。外部に取れる電源ですね。はい。インバーターの電気がここに来てるわけですね。今コンセント繋がってないんで、インバーターの起こした電気を、使っているということで、もうこのキャンプの時もここから、電源を取ってホットプレートとか使えるわけですよ。素晴らしくないですかねえ。お疲れ様でした。いや、本当に嘘みたいにうまく工事行きまして、100V の外部の電源と、12V の USB から取る電源、無事にコンセントが外につくことができました。いやー、今回の、一連のね、外のそのオーニングをつけて、外に照明をつけて、で、内部のエムコさんの電源関係、そして外部に電源つけるっていう、このシリーズで、やってきましたが、これで一通りは終わりでございます。間もなくですね、キャンプに行きますので、エムコさんに僕は自慢しますので、ほら、こんな風になってんだぜ、というところをですね、この変わった3号の使い方というのをまたご紹介したいと思います。で、もう一つね、実は走行充電、大トラブルがあった走行充電は、今、止めてあるわけではないんですけど、弱々しい状態に超弱気な数字で、今止めてあるんですよ。で、これに関しても、もうちょっとしたら、再チャレンジしていきたいと思います。ちょっとね、今大沢さんが忙しいっていうのもあって、いろいろテストができてないところもありますので、それをやって、もう一度、ムービングベースさんに行って、チャレンジしたいと思います。これが起きないままですね。はい。
ということで、まあ終わるんですけども、でもこれで工事が終わりですかっていうことは全然ありません。実はまだまだ大きな工事残ってます。やっていきます。まあそれはまた今後発表してきますので楽しみにしておいてください。ねえねえねえ。ねえねえねえ。ちょっと聞いてくれる？電気つけ終わったんさ。外で普通の家庭用コンセントもさせるし、USB もさせるようになったん。いいんだけどさ、考えたらさ、鍵かかんないからさ、誰でも電気盗めるんだよね。